70代になっても家がいつもすっきりしている人を見ると、きっと余計なものを買わず、もともと片付けも上手な人なんだろう。そう思うことはありませんか？でも物をたくさん減らしたり、毎日欠かさず掃除をしなくても、家の中が重たくなる前にたった一つ手放すことを意識するだけで、暮らしは驚くほど軽くなっていきます。やることは拍子抜けするほど地味かもしれません。でもその効果は思っている以上に大きいんです。こんにちは。黄金の暮らし手帳です。家をきれいにするコツを一つだけあげるとするなら、あなたは何と答えるでしょうか？使ったらすぐに戻す。いらないものは早めに手放す。確かにその通りです。でも分かっているけれど、それができないから困っているのと心の中でつぶやいてしまうかもしれません。日々の中で物をテーブルについ置きっぱなしにしたり、収納の奥に使っていないものが眠っていたり、朝の服選びで迷ってしまったり、それくらい物が動くのは今をちゃんと暮らしている証拠だからです。だからこそ大切なのは、完璧に片付け続けることでも、一度に家中のものを捨てることでもありません。溜め込んでから頑張るのではなく、溜め込む前に一つだけ手放すこと。後で大変になる前に、未来の自分を少し楽にするために、こうなる前に一つだけ手放す。これを暮らしの合言葉にしてみることなんです。今日は長く家族と暮らし、思い出の品を大切にしてきた小川静子さんの暮らしを参考に、家がきれいな人が無理なく続けている先回りの片付け習慣を6つお話しします。ぜひお家の中を見渡しながら、今日一つ手放せるきっかけになれば嬉しいです。まずは家の中で一番増えやすいものから見ていきましょう。一つ目は、紙類が山になる前に手放すことです。郵便物やチラシ、古い明細、期限の過ぎた案内、一枚一枚は薄く場所を取らないように見えますよね。だからこそ後で見ようとついテーブルの端に置いたままになっていませんか？でも本当に困るのは、紙が増えることそのものではありません。大切に残しておいた書類までその中に埋もれてしまうことです。いざという時に見つからない。多分この山のどこかにあるはず。焦りながら探す時間ほど心を疲れさせるものはありませんよね。紙類の散らかりの正体は、紙の量そのものよりも後でという先送りの蓄積です。その小さな先送りが利息のように少しずつ膨らんで、後で大きな負担になって自分に戻ってきます。片付けが苦手なのではなく、判断を少し後回しにした結果、静かに山ができているだけなんです。だからこそ紙類は山になる前に入り口で止める。それが必要な時に見つかる安心を守る習慣なんです。静子さんも以前は帰宅直後は何かと忙しく、郵便物をつい置きっぱなしにしていました。けれどある日、大切な書類が古いチラシに紛れ込み、焦りながら同じ引き出しを何度も開けて探す、そんな苦い経験をしました。取っておくだけでは安心にはならなかった。それ以来、ただ残すのではなく、必要な時にすぐ見つかるように仕分けることを意識するようになりました。やることは完璧に分類することではありません。ポストから郵便物を持ってきたら、テーブルに置く前に1分だけ、いるものといらないものに分けてみる。特に不要なチラシはリビングまで持ち込まず、玄関で止める。靴箱の隅に紙ゴミ用の袋を置いておくのもおすすめです。すぐに判断できないものは確認用として一箇所にまとめておきます。家族宛ての郵便物も人ごとに置き場所を決めておく。これだけでも大切な書類が不要な紙に埋もれることはぐっと少なくなります。紙類は山になる前に
入り口で止める。それが明日の焦りを減らして未来の自分を楽にする最初の小さな手放しです。そして紙類と同じように気づかないうちに重たくなっていく場所があります。2つ目は収納が詰まる前に手放すことです。収納が足りないとつい棚や仕切りケースを買い足したくなることはありませんか？収納を増やしたそばから物が溢れてしまうと、やっぱり私は片付けが苦手だと落ち込んでしまうこともありますよね。でも本当に困るのは収納場所が足りないことではありません。パンパンに詰まった収納は出し入れが面倒になり、よく使うものさえ戻しにくくなる。その結果、出しっぱなしが定着してしまうことなんです。ごちゃつきの原因は棚の少なさよりまだ入るからと詰め込みすぎてしまうことです。本当に必要だったのは収納を増やすことではなく、戻しやすい余白を残しておくこと。物が溢れてから収納を足すのではなく、詰まる前に中身を一つ手放す。余白も収納の一部と考えると、毎日使うものが無理なく戻せるようになるんです。静子さんの押し入れにも何かの仕切りに使えるかもしれないと取っておいた空き箱がいくつもありました。けれど出番はないまま、引き出しを開けるたびにガサガサと引っかかる手前のものをどかして無理やり押し込むうちに、片付けそのものが面倒になっていったんです。入れる場所があるからつい押し込んでいたけれど、たくさん入ることと使いやすいことは別だったのね。そう気づいてからは収納を増やす前に中身を見直すようになりました。あなたもお家を見渡して、いつか使うからと詰め込んでいる場所はありませんか？台所の引き出し一段、机の引き出し一角、押し入れの奥、まずは手をつけやすい場所だけで大丈夫です。余裕がある日は一段だけ中身を出して風を通してみてください。重なっていたものや出番の少ないものに気づきやすくなります。蓋のない保存容器、使う予定のない空き箱、多すぎる紙袋、同じ役割のものが重なっていたら困らないものから一つ手放してみる。迷うものは別の場所に移して、本当に必要かしばらく様子を見るだけでも前に進む一歩になります。収納は物を詰め込む倉庫ではなく、毎日使うものが出しやすく戻しやすいように余白を残す場所です。詰まってから頑張るのではなく、詰まる前に余白を残しておく。それだけで日々の片付けはぐっと軽くなっていくんです。そして収納の中に余白ができると、次に見えてくるのは家の中で迷子になっているものです。3つ目は探し物が増える前に手放すことです。家の中で小さな疲れのもとになるもの、それは探し物の時間ではないでしょうか。いつも使うハサミや体温計がなぜか見当たらない。出かける前に診察券やお薬手帳を探して慌ててしまう。そんな時、最近物忘れが増えたのかしらと不安になることもあるかもしれません。でも本当に困るのは、物が見つからないことで焦ったり自己嫌悪になったり、また同じものを買い足してしまうことです。探す時間は時間も気持ちも削ってしまうものなんです。でも安心してください。その原因は多くの場合、物の住所が曖昧なことにあります。帰る場所がないものは仮置きされ、気づけば家のあちこちへ散らばっていきます。だから物だけでなく、探す人まで家の中を歩き回ることになるんです。だからこそ探し物が増える前に帰る場所を一つ決めておくことが大切なんです。静子さんもそんなにあるわけがないと思いながら家中のものを集めてみると、ハサミが3本、書けないボールペンが10本以上、家族がそれぞれ買っていた絆創膏が何箱も出てきました。
こんなにあったのねと驚いたそうです。あなたも文房具、薬、コード類など同じ種類のものを一度集めてみてください。そして今使うものと使っていないものを分けます。よく使う一群はすぐ手に取れる場所へ、たまに使う控えは少し奥へ、ずっと使っていないものはこの機会に見直してみましょう。物の量と置き場所を少し整えるだけでも探し物は減っていきます。鍵はこの小皿、薬はこの引き出し、診察券はこのポーチ、文房具はこの箱。細かく分けすぎず、家族にもわかるくらいのざっくりとした場所で十分です。最初は戻すのが面倒と思うかもしれません。でも探す時間やイライラに比べれば戻す時間はほんの数秒です。物を減らし住所を決める目的は出かける前の焦りや探す時間を減らして心穏やかに過ごすためです。だからこそ探し物が増えてから焦るのではなく、迷子になる前に居場所を決めておく。それだけで明日の暮らしがまた一つ楽になっていくんです。そして探し物が増えることと買い物の量は実は深く関係しています。必要なものが見つからないと私たちはないものとしてつい同じものを買い足してしまうからです。4つ目は買いすぎる前に家に入れる基準を見直すことです。買ってしまう自分を責めるのではなく、家に迎えるものを一つずつ丁寧に選ぶ習慣です。散らかりの8割は家の中ではなく、物が入ってくる入り口で決まる。そう考えると買い物の見方が少し変わります。安いからいつか使うかも、そう思って迎えたものが気づけば収納を占領している。そんなことはありませんか？問題は買うことそのものではありません。本当に困るのは管理しきれないものが増えて家の中が重たくなっていくことなんです。家に入れる前に置く場所はあるかな、同じ役割のものはないかな、そう一呼吸置くだけで買いすぎは少しずつ防げます。買いたい気持ちを無理に我慢するのではなく、未来の片付けを増やさないように入り口を整える。それだけで暮らしの流れは変わっていきます。静子さんも以前はお得な時にまとめて買うのが賢い暮らし、そう信じていました。少しでも家計を守りたい、そんな前向きな工夫だったんです。けれどある日、洗面台の奥からいつ買ったかもわからない同じ洗剤がいくつも出てきました。それ以来、買い物の前に置く場所と家にある量を確認して一呼吸置く。それだけでも今は買わなくても大丈夫と気づけることがあります。ストックは一つあれば安心、そう考えるようになってから、静子さんの洗面台は取り出しやすく見渡しやすい場所に変わっていきました。買うときは必要だと思ったのに、使い切れないまま収納の奥で眠っているものはありませんか？同じようなものが奥からゴロゴロ出てきたときは、普段の買い方を少し見直す合図です。買うか迷うときは一晩だけ気持ちを寝かせてみる。やっぱり必要だと思えたらその時に迎えればいいんです。いただき物や景品もすぐに使わないなら収納へ入れる前に一度立ち止まってみる。使ってくれる人に譲る。リサイクルに回す。使い切るなら忘れないように見える場所に置いておく。物を捨てることだけが手放すことではありません。必要な場所へ流していくことも暮らしを軽くする優しい手放しです。買いすぎる前に家に入るものの流れを整えること、今日一呼吸置いて選ぶこと、今あるものを大切に使い切ること、その積み重ねが未来の片付けを減らし家計を守ることにもつながっていくんです。そして不思議ですが、物を迎える気持ちが整うと
服選びにも変化が出てきます。毎朝クローゼットの前で何を着よう、どれも違う気がする、そんな風に迷うことはありませんか？実はそれは服が足りないからではなく、今の自分に合う服がクローゼットの中で埋もれているのかもしれません。5つ目は、服選びが重くなる前に手放す習慣です。服は特に手放しにくいですよね。少しきつくなったスカート、昔よく着ていたブラウス、直そうと思ったままの上着、そこには昔の自分の姿や思い出が詰まっています。けれど年齢を重ねると、似合う色や楽に着られる形も変わっていくものです。今の自分に合う服が見えにくいと、毎朝の服選びは宿題のように重くなってしまうんです。静子さんもある朝、鏡を見て気づきました。私が本当に着たい服はどこにあるのかしら。手放すことは昔の自分を否定することではありません。迷わせる服を視界から少し外しておく。それは今の自分が気持ちよく一日を始めるための優しい手放しなんです。あなたのクローゼットもハンガーを動かすたびに服がぎゅうぎゅうに押し合っていませんか？いきなり全部を出す必要はありません。引き出し1段だけ、ハンガーにかかった服だけ、手をつけやすい場所から服を3つに分けてみてください。よく着る服、たまに着る服、今は出番が少ない服、言い換えるなら1軍、2軍、そして引退候補です。引退候補といってもすぐに捨てる服ではありません。直そうと思ったまま何ヶ月も過ぎている服、1年以上手に取らなかった服、そういう服は今の暮らしの中ではもう一軍ではないかもしれません。衣替え用の箱などに入れて普段の視界から一度外してみる。それだけで今まで埋もれていた一軍の服がぐっと手に取りやすくなります。服の整理で大切なのは、一気に減らすことでも理想の収納を追い続けることでもありません。今の自分が続けやすい形に整えること、一軍の服が見えやすいように出し入れしやすい場所をその都度見直すことも立派な片付けです。重くなってから頑張るのではなく、迷う原因になる服を視界から外しておく。それだけで朝の服選びはもっと心地よいものになっていくんです。今の自分に合う服が選びやすくなったら、最後に見直したいものがあります。それは物そのものよりも、見るたびに心を重くする気がかりです。6つ目は、心まで重くなる前に手放すことです。押し入れの奥の段ボール、処分方法がわからない古い家電、リサイクルに出そうと思ったままのもの、いつかちゃんと整理しよう、そう思いながら目をそらしてしまう場所はありませんか？本当に困るのは物があることではありません。見るたびにまだできていないと自分を責めてしまうことなんです。心まで重くなる片付けは物が多いからだけで起こるわけではありません。全部一気に片付けなきゃ、そう思うほどかえって手が止まってしまうことがあります。だからこそ気力がある日を待つより、今日一つだけ動かしてみる。見て見ぬふりをしていた場所に少しだけ関わってみる。その小さな一歩が心の引っかかりをほどいてくれるんです。私自身も以前、押し入れの奥に3年以上そのままにしていた古い扇風機がありました。処分方法を調べるのが面倒で、つい後回しにしていたものです。でもある日、まず1台だけ手放す準備をしました。申し込みは少し手間でしたが、一度手配すればあとは当日出すだけ。扇風機が1台なくなっただけで押し入れに空間が生まれ、心にもすっと風が通ったような気がしたんです。押し入れ全部ではなく、奥の段ボール一つだけ、一番下の段だけ、処分方法を調べてみる。家族に相談してみる。一つだけ袋にまとめる。使ってくれる人に譲る。
そんな小さな一歩でも見るたびに感じていた心の重さは少しずつ軽くなっていくんです。今日お話しした手放しは大きな山を一気に動かすことではありません。目の前の小石を一つずつ避けるように、できることを一つだけ。紙類、収納、探し物、買い物、服、そして心の重さ。今日の6つの中でまずはここからと思えたものがあれば、ぜひコメントで教えてくださいね。重くなってから頑張るのではなく、こうなる前に一つだけ。そんな合言葉で明日の自分を少しずつ楽にしていきましょう。